2010年11月8日午後10時、カナダ・オンタリオ州の静かな住宅街にこの夜、少女の悲痛な叫びが響き渡りました。911の緊急通報センターのオペレーターの耳に飛び込んできたのは、過呼吸に近い状態で助けを求める一人の少女の声。What? Avenue? Avenue Road. Yes. You spell the Virginia for me, please? Ma'am. 受話器の向こうから感じられるのは絶望的なパニックとすぐそこまで来ている死の気配。オペレーターは即座にパトカーを急行させましたが、現場に到着した捜査官たちが目にしたのは、通報内容とはあまりに乖離した静寂だったのです。眠れなくなっても知らないぜ。さて今日はマダラムとして1本目の動画です。実に1年5ヶ月ぶりの投稿になります。グロファイリングはマダラムとして今後は続けていきますのでよろしくお願いします。この1年半で何があって何を考えていたかはメンバーシップに出す動画で話していますので、メンバーの方はそっちを確認してください。メンバーシップの方も大幅に料金やスタイルを変更しますので、近いうちに1回全てなくします。ジェニファーパン事件は一度扱ったことがありますが、3年前のことで全く違うアプローチですので、マダラムの一発目として選びました。まずはこの2つの映像を見てください。左が2010年11月8日、事件発生直後に行われた取り調べの様子です。そして右側がその2週間後の2010年11月22日に行われた3回目の取り調べの様子です。同じ取り調べ室での様子ですが、映っているのは全く別のジェニファーです。左のジェニファーパンは震えながら怯え、刑事の温かい言葉に涙ぐんでいます。他方右のジェニファーは執拗に髪の毛を触り、指に巻きつけ、顔を覆うような仕草を繰り返しています。果たしてこの2つの取り調べの映像は何を意味しているのでしょうか。時間をあの惨劇の夜まで巻き戻してみましょう。2010年11月8日午後10時過ぎ、街全体が夜の闇にどっぷりと浸かり、家々の窓から漏れる明かりもまばらになり始めた時間帯。1階のソファーでうたた寝をし、浅い眠りの中にいた母ビッグパンと、2階の寝室で本を読む父フエイパン。その瞬間は突然訪れました。静寂を切り開いたのは、玄関の鍵が開錠されるカチャリという無機質な音でした。間髪入れずに開いた玄関扉から3つの影が滑り込むように家の中へと侵入する。ゆっくりと家に入っていった3つの影は、まず1階で寝ていた母ビッグを叩き起こし、銃口を突きつけます。床に伏せろ、頭を上げるな、財布はどこだ、金はどこにある。他方2階の寝室で横になり本を読んでいた父フエイは、廊下から聞こえた不審な声に反応し、反射的に廊下へ飛び出します。しかしそこにはすでに階段を駆け上がってきた一人の男が待ち構えていたのです。動くな。フエイは抵抗する間もなく銃を突きつけられたまま1階へと引きずり下ろされました。リビングでは毛布を頭からかぶされ、震えながら床に膝をつく妻ビッグの姿が確認できましたが、何もすることができない。犯人たちは混乱する2人に金を出せと執拗に迫りながら、逃げ場のない地下室へと追い立てていきました。その時2階の廊下、犯人によって柱に縛り付けられた娘ジェニファーは抵抗する素振りも見せず、ただ静かに両親が死の階段を降りていく足音を聞いていたのです。そして乾いた数発の銃声が家中に響き渡りました。
至近距離から放たれた弾丸は母ビックの命を一瞬で刈り取り、彼女を奈落へと突き落とし、父フェイの顔面と肩を打ち抜き、フェイを床に広がる血の海へと沈めました。すぐにわずかな金品を取って夜の闇に消えた犯人たち。そして嵐が過ぎ去った後の静寂の中、ジェニファーは遠ざかっていく犯人たちの足音を確認しながら奇妙な行動に出るのです。縛られていたはずの彼女の手はなぜか自由を奪われてはおらず、ジェニファーはポケットの中の携帯電話を難なく操作し、911へ通報したのです。オペレーターにつながった瞬間、彼女はまるでスイッチが入ったかのように呼吸を荒くし、声を張り上げます。しかしこの通報中、ジェニファーに予想外の事態が発生します。なんと地下室から父フェイの助けてくれの叫び声が聞こえてきたのです。それは死んだはずの父フェイが砕かれた顎で血を吐き出しながら絞り出していた必死の SOS でした。もうお分かりでしょう。この事件、強盗劇、ジェニファーの怯え、犯人たちの侵入、すべてはジェニファーが仕組んだ自作自演の犯行だったのです。数分後、狂ったようなサイレンが夜の闇を切り裂き、警察が現場へ駆け込みます。そこにあったのは飛び散った肉片と溢れ出した命の残骸が混ざり合う、まさに赤の地獄でした。しかし捜査官たちはその地獄の光景の中である決定的な違和感を目にすることになります。それは血の匂いが充満する凄惨な現場にたった一人、返り血の一滴すら浴びず、髪の乱れさえもない不自然なほどに綺麗な存在が座り込んでいたということ。この夜、現場に最初に踏み込んだビル・グーツ巡査部長は後にあの夜の光景をこう振り返っています。地下室の惨状を確認した後、私は生存者を求めて2階へ上がりました。そこには手すりの柱に背を向け力なく座り込むジェニファーがいました。彼女は怯えたように声を漏らしていました。私はすぐに駆け寄り、大丈夫だ、今解いてやると声をかけました。だが彼女を縛る紐に触れた瞬間、グーツは指先に奇妙な違和感を覚えたといいます。驚きました。結び目があまりにも緩かったのです。それはプロの犯行とは到底思えない、まるで子供が遊びで結んだようなものだったのです。彼女が本気で身をよじれば数秒で解けたはずだ、そう直感しました。自由になったジェニファーは泣きじゃくりながらグーツに問いかけたといいます。パパとママは2人は無事なのと。そしてグーツはこの後ジェニファーに予想外の事態を告げます。落ち着くんだ、お父さんは生きていた、今病院へ運ばれていると。ジェニファーの顔から全ての感情が消えました。安堵でもなく驚きでもない。彼女は絞り出すようにこう繰り返しました。パパが生きていると。この夜現場に駆けつけた捜査官たちは一様にある違和感を抱いていました。強盗犯はなぜ唯一の目撃者であるジェニファーを生かしたのか。なぜ彼女の体には縛られた跡も争った跡も何一つないのか。そして何より両手を背後できつく縛られていた彼女がどうやってポケットから携帯電話を取り出し正確に911にダイヤルできたのか。この質問にジェニファーは奇跡的に手が届いたんですと答えました。事件から数日後、病院の ICU で意識を取り戻した父フェイは捜査官に極めて重要な証言を残しました。娘は縛られてなどいなかった。彼女は犯人たちと親しげに歩いていたんだと。この一言がジェニファーの数日間に及ぶ供述の全てを嘘へと変えたのです。そして迎えた3回目の取り調べ。2010年11月22日。
捜査官がこの父フエイの証言を突きつけた瞬間、彼女から一切の言葉が消えました。椅子に座ったまま、糸が切れた人形のようにうなだれ、ただ執拗に自分の指先を見つめるジェニファー。しかし驚くことに、その極限状態にあってもなお彼女は即座に嘘の上塗りを始めたのです。実は自分自身を殺害してもらうために彼らを雇った。だが彼らは間違えて両親を撃ってしまったのだと。これが彼女が最後の最後にたどり着いた新しい設定です。しかしこの供述は物理的な状況と致命的に矛盾していました。自らの死を望んだ人間がなぜ2階の安全な場所で拘束を装い、なぜ自ら911へ通報し救助を求めたのか。写真はジェニファーが嘘で作った殻に閉じこもり始めた頃のものです。まだ引き返すことができた頃の写真。そしてこれは全ての事件を終えた後のジェニファーです。なぜ彼女はこんな凶行に及んだのか。その根源を探ると、そこにはアジア系移民家族にたびたび見られる両親からの歪んだ期待という名の監獄が見えてきました。1979年、共産主義政権下のベトナムをボートピープルとして抜け出した父フエイと母ビッグは奇跡的にカナダという安住の地にたどり着きました。ボートピープルとはベトナム戦争終結後の政治的迫害や貧困から逃れるため小型の漁船などで命がけの国外脱出を図った難民たちのことです。荒れ狂う海や飢え、海賊の襲撃という死の危険を乗り越え、文字通り気の身気のままで新天地を目指した人々を指します。ボートピープルとして何一つ持たずに異国の土を踏んだ二人は言葉の壁にぶつかりながらもがむしゃらに働き続けました。自動車部品の工場で油にまみれ、寝る間も惜しんで働き続けたのです。そう、彼らにとってカナダは単なる移住先ではなく人生をかけた再起の地だったのです。そんな二人がやっとの思いで手に入れたマイホーム、自分たちの城、そして異国の地での二人の過酷な経験は娘に対する希望の鎖となってジェニファーを縛り始めたのです。自分たちが受けられなかった最高の教育を娘には与えなければならない。その野心にも似た親心はいつしか逃げ場のない呪縛へと変貌していきました。4歳、指先が鍵盤に届くようになったその日からジェニファーの時間は奪われました。近所の子供たちが公園で泥遊びに興じる声を二重ガラスの窓越しに聞きながら、彼女が座らされていたのは冷たいピアノの椅子。凍てつくフィギュアスケートのリンクには週に7日通い続けました。ダンスパーティーも夜遊びもボーイフレンドも若者が享受すべき輝きは全て不純物として厳格な父フエイによって排除される毎日。全ては将来のため私たちのように苦労をしてほしくない。両親が安定への途中で舐めた辛さんはそんな執念にも近い思いを二人に抱かせていました。嘘が始まる少し前、この時ジェニファーは彼女が住んでいた閉ざされた世界を壊すことのできる一人の少年と出会います。それがダニエル・ウォンでした。同じ高校の吹奏楽部という狭いコミュニティの中で二人は知り合いました。ジェニファーより1学年上の先輩。ダニエルはジェニファーの両親が求める完璧なエリートとは正反対の存在でした。勉強よりも社交や遊びを優先するタイプで、成績は平凡。エリート街道とは無縁の男との交際を父フエイが許すはずもありません。そんなダニエルとの交際は当然のように秘密裏に行われました。塾に行くと嘘をつき、ダニエルの車に乗る。ボランティアだと嘘をつき、ダニエルの家で過ごす。両親にバレないように門限の数分前には完璧な優等生の姿で玄関をくぐる。しかしこの恋心が後に両親を排除するための狂気へとつながっていくことを、この時はまだ誰も知る由はなかったのです。高校2年になる頃にはジェニファーの嘘はより解像度を上げ、書類の偽造も伴うようになっていきました。教室で手渡された1枚の成績表、
全科目 A 評価を義務付けられた彼女の手元に届いたのは数学の B 評価でした。 A であるはずの場所に B がある、そのことはパンケにおいては破滅を意味していました。お前を育てるためにどれほどの油にまみれたと思っているんだ。お前の失敗は我々家族の失敗だ。耳の奥で父フェイの冷徹な声が再生されます。自室にこもり、ハサミとのり、そしてコピー機を使い B を A へと張り替えるジェニファー。初めは罪悪感で押しつぶされそうになる。しかし一度越えた境界線は時間が経つにつれだんだんと曖昧になっていきました。時間の経過は彼女の罪悪感を薄めていきました。たった数ミリの紙切れを加工すればいいんだ。嘘の規模は年を追うごとに制御不能なレベルへと膨れ上がっていきました。高校の最終学年で彼女は単位を落とし、大学の合格を取り消されてしまったにもかかわらず、両親には名門ライアソン大学に来年から通うと大嘘をついています。大丈夫、入学証書は偽造すればいいのだから。ここから4年間に及ぶ大学生活という名のジェニファー劇場が始まります。毎朝彼女は教科書を詰め込んだバッグを肩にかけ、父フェイに見送られて家を出ます。向かう先は大学ではなく地元の図書館。彼女はそこで一日中大学のパンフレットから書き写した架空の講義ノートを作成し続けました。そんな異常な一人芝居が1週間、1ヶ月、そして数年間にわたって続けられたのです。父から渡された学費は生活費や両親が交際を禁じた恋人ダニエルと遊ぶための金として消えていきました。そして2008年、本来であれば大学を卒業するはずの年、ジェニファーが積み上げた巨行は最大の山場を迎えていました。両親にとって娘がアカデミックガウンをまとう卒業式の日は待ち望んだ日でした。自分たちの育て方は間違っていなかったんだ。ジェニファーは名門大学を卒業したんだと、人生の苦難に対する最大の報酬になるはずでした。しかし大学に籍すらないジェニファーにアカデミックガウンをまとう卒業式の日が訪れることはありません。ここで彼女はあまりにも苦しい嘘でその場をしのぎました。会場の人数制限で保護者用のチケットが取れなかった。だからパパとママは来なくていい。友達と行くから。父フェイの心に拭いされない最初の引っかかりが生じたのはこの時からでした。式典の後、彼女は自室のプリンターで大学の理学士号の卒業証書を偽造しました。フォトショップを駆使し、文具店で購入した厚紙に存在しない学長の名を刻む。しかし現実には存在しない大学卒業はすぐに就職という壁に突き当たります。一度ついた嘘というのは利息を生み出します。嘘の利息です。その嘘を守るために新たな嘘をつく。そうして膨らんだ嘘の利息はもはや元本よりも大きな存在となっていくのです。トロント小児病院の血液検査室でボランティアとして採用された。ゆくゆくは正規雇用になれるの。ジェニファーが就職先としてついた嘘。この嘘を維持するために彼女は週3回の勤務という芝居をまた始めます。朝、病院の制服に見えるような服を着て父フェイの車で病院まで送ってもらう。ロビーへ入り、父の車が見えなくなるまで受付付近に立ち尽くす。そして父が去った後、彼女は裏口からこっそりと抜け出し、恋人ダニエルの家やレストランへと消えていく。そんな日々をジェニファーは繰り返したのです。しかし父フェイもさすがにここまで来ればジェニファーの嘘のほころびに気づき始めていました。給料が出ている様子もなく、仕事の内容を聞いても答えが曖昧な娘。ある朝フェイはジェニファーを降ろした後、駐車場でしばらく彼女の様子を伺うことにしたのです。思った通りでした。病院のロビーに消えたはずのジェニファーはフェイが帰った素振りを見せると、裏口からこっそりと病院を抜け出し、どこかへ歩き始めたのです。仕事へ向かったはずの娘がなぜ病院の外へ出ていくのか。フェイは静かに、しかし確実な怒りとともに娘の後を追いました。24年間に及ぶ完璧な娘という名の演劇が
音を立てて崩れた瞬間でした。その夜、パン家のリビングは取り調べ室のような殺気に包まれていました。フエイの怒号が響き、ジェニファーはついにこれまでの嘘を全て吐き出しました。大学には行っていない、卒業もしていない、薬剤師の資格なんて存在しない。その瞬間、フエイとビッグが30年間積み上げてきたカナダでの成功という幻想は音を立てて崩れ去りました。油にまみれて稼いだ学費、娘に捧げた人生の全てがハサミと糊で作られた偽装工作に費やされていたなんて。これからはお前を一切信用しない。その日から24歳のジェニファーの生活は幼稚園児以下の監視下に置かれることになりました。携帯電話は没収、パソコンは親の目の前でしか使用を許されない。外出は週数回のピアノの講師の仕事の時のみ。車の走行距離計は毎日フエイによってチェックされ、1キロの誤差も許されませんでした。彼女に残された唯一の逃げ場は没収を免れた古い予備の携帯電話でした。深夜、毛布に潜り込み、彼女はかつての恋人であり、今は麻薬の売人ともつながりを持ったダニエル・ウォンにメッセージを送り続けました。私の人生からあの二人を消してほしいと。ダニエル・ウォンは高校を卒業した後、ジェニファーとは対照的に学問の道ではなく地元の裏社会に足を踏み入れていました。表向きはピザ屋でアルバイトをしていましたが、主な収入源は違法薬物の売買。彼は地元で小規模な売人として活動しており、その過程で実行犯となる男たちとコネクションを築いていました。当初は家出や失踪を考えていた彼女の歪んだ願望はダニエルというパイプを通じて具体的な殺害計画へと変容していったのです。報酬は1万ドル。ジェニファーは両親が殺された後に手に入るはずの両親の生命保険金と遺産をその支払いに充てる計算をしていました。そして2010年11月8日、計画実行の夜、彼女はいつも通り両親にお休みの挨拶をし、2階の自室へと上がりました。そしてフエイとビッグが静かになるのを見計らい、静かに1階へ降り、玄関の鍵を内側から開けたのです。犯行直前にジェニファーが犯人たちと交わしたメッセージの数は数百通に及びます。いつやるの？準備はいいか？2010年11月8日午後10時過ぎ、2階の自分の部屋からジェニファーは階下で待つ実行犯たちに合図を送りました。部屋の電気を一度だけつけ、そして消す。それが実の両親の命を奪う処刑開始のシグナルでした。2010年12月、法廷に立った彼女に下された判決はこの上なく重いものでした。仮釈放なしの終身刑、第一級殺人と殺人未遂罪。彼女は今カナダオンタリオ州にある女性刑務所の冷たい壁の中にいます。25年間は仮釈放の申請すら許されません。彼女が再び外の空気を吸える可能性があるのは早くとも2039年。その時ジェニファーの年齢は50歳を超えています。共犯者であるダニエル・ウォン、そして実行犯たちにも同様に終身刑が言い渡されました。彼は今別の刑務所でかつての恋人の名前を口にすることすら拒んでいると言います。そして生き残った父フエイ。判決の際、父フエイは裁判所に対し、ジェニファーに対して自分と息子であるジェニファーの弟フェリックスへの永久的な接触禁止命令を下すよう検察を通じて公式に申し立てました。これは怒っているから会わないというレベルの話ではなく、自分たちの命を奪おうとした実行犯の首謀者として娘を定義し、法的な盾によってジェニファーを自分の人生から物理的に排除するというものです。最愛の妻を失い、顔に残った弾丸の痛みとともに生きる彼は今も静かに問い続けています。どこで何が間違っていたのかと。ジェニファーが現在過ごしている刑務所では、皮肉なことに彼女がかつて逃げ出した規則正しい生活が待っています。決まった時間に起き、決まった食事をとり、自由のない日々を送る。かつての家が檻だったと囁いた彼女は
自らの手で本物の檻を完成させたのです。いやー、相当久しぶりでしたね。1年5ヶ月6ヶ月にはまだ行ってないかぶりなんで、まあでもね、その間実はグロファイリングの方は休止してたけど、まあ他のチャンネルをね育てようと思っていろいろこう試行錯誤しながらねやってはいたんですよ。みんな知らないと思うけどね。まあそっちもありつつ、だから喋るのは前ほどじゃないかな。でもグロファイリングをメインでやってた頃じゃないけど、ある程度は喋れてはいたんで、ずっと1年半ね何もしてなかったわけではないので、ある程度喋れてるかなって感じはしますけど、まあ、もうちょっとコンスタントに出していけば喋りも戻ってくるかなって感じしますんで。でね、まあグロファイリングから名前を変えた理由なんかはね、メンバーシップまで話しますんで、まあ取り留めもなくダラダラとちょっと話したいなっていうのがあるんで、いずれ話したいと思います。まあ、内容はね今日見てもらった通りほぼ変わってないので、ちょっとソフト路線になるかな、前のチャンネルよりかはね。そこはちょっとご理解ください。まあ暑いな。まあ1月真冬ですけど、やっぱりマスクして喋るとね、照明も当たってるからさ、やっぱり暑いよね。汗だくになっちゃう。とりあえず10万人はねずっと言ってるけど達成したいなと思います。じゃあ今日はこの辺で。